さて今回はですね、歴史上でも指折りの成功を収めた投資家、ピーター・リンチ、彼の投資哲学を一緒に見ていきたいと思います。彼が残したメッセージってものすごく力強くてちょっと挑発的でもあるんですよね。何かというと、私たち個人投資家こそがウォール街のプロに勝てるんだっていうことなんです。それって本当って思いますよね。じゃあその秘密一体何なんでしょうか。早速探っていきましょう。まず、この数字を見てください。29%。これ何だと思います？実はこれ、リンチがあの有名なマゼランファンドを任せていた13年間、叩き出した年間の平均リターンなんです。年平均でですよ。市場の平均をもうはるかに超えちゃってる。まさに驚異的な数字ですよね。彼が伝説って呼ばれるのも、納得いきませんか？彼の哲学のすごいところは、まさにウォール街の常識をガラッとひっくり返しちゃうところなんですよね。リンチははっきり言ってるんです。個人投資家にはね、プロを上回る特別な強みがあるんだって。じゃあその強みって何か特別な金融ツールとか難しい理論だと思いますよね。でも全然違うんです。なんと私たち自身が普段の生活で得ているそのものの見方こそが最大の武器になるんだって言うんですよ。では、伝説の投資家が約束した勝利。リンチは一体どうやってあんな驚異的な成功を収めたんでしょうか。そして何より、なぜ私たちみたいな、普通の性格者の力をそこまで信じていたのか。このセクションでその核心にぐっと迫っていきたいと思います。まず、ピーター・リンチが何者かっていうところからですね。彼はフィデリティ社のマゼランファンドを率いていた、まさに伝説のファンドマネージャーです。彼が担当していた間に、このファンドの資産、もともと18億ドルだったのが、なんと140億ドル以上にまで爆発的に増えたんです。もう誰もが認めざるを得ない実績があるからこそ、彼の言葉の一つ一つにものすごい重みがあるわけなんですよね。じゃあなんで彼のやり方ってこんなにユニークだったのか。それはこの対比を見てもらうと一発でわかります。多くの黒がもう複雑な数式とか金融モデルとにらめっこしてるわけですよ。それに対してリンチは全く逆の方向を向いていました。最高の投資チャンスって実は僕らの足元、つまり日常生活とかごく普通の常識の中に隠れてるんだって考えたんです。だからこそ彼のやり方は僕ら一般人にとってもものすごくパワフルな武器になるということなんですね。さて、ここからがいよいよ本題です。リンチ哲学のど真ん中。私たち個人投資家が持っているその強みをもう最大限に引き出すためのすごくシンプルなんだけどめちゃくちゃ強力な3つの原則。これをご紹介していきたいと思います。彼の原則って本当に驚くほどわかりやすいんです。まず一つ目、自分がそのビジネスをちゃんと理解できる会社にだけ投資しなさいってこと。そして二つ目、すごい成長企業のヒントは普段の生活の中にあるよと。例えばそうですね、あなたがいつも行くコーヒーショップの行列がなんか最近どんどん長くなってるなとか、子供たちが夢中になってる新しいおもちゃがあるぞとか、次のスターバックスとか次の任天堂みたいな会社はそういう身近なところに隠れてるかもしれないよってことなんです。そして最後の3つ目、日々の株価の上がり下がりに一喜一憂しないで、その会社が数年後にどう成長してるかをちゃんと見据えなさいと。このたった3つが成功への鍵だっていうんですね。さて、日常生活で、これだって思う会社を見つけたとしましょう。でもいざ投資しようと思っても、その会社が一体どういう種類の株で、どうやって評価すればいいのかちょっと途方に暮れちゃいますよね。そこで、リンチの次の知恵がめちゃくちゃ役に立つんです。彼はもうごちゃごちゃして見える株式市場をたった6つの分かりやすいカテゴリーにスパッと分類したんですよ。これを知るだけで投資の世界の見え方がもうぐっとクリアになります。リンチは株をこの6つのタイプに分けました。まず、急成長を目指す高成長株。これは若かった頃のアマゾンみたいな会社ですね。次がコカ・コーラみたいなもう巨大で安定してる有用株。そして安定した配当が魅力の低成長株。景気の波に左右されやすい航空会社なんかが入る景気循環株。業績が復活するのにかけるターンアラウンド株。最後に隠れた資産を持っている資産株です。見ての通り、それぞれ全く違うので、当然戦い方も全く変わってくるということなんです。じゃあなんでこの分類がそんなに大事なのってことなんですけど、それは自分が投資しようとしている会社が
この6つのうちのどれに入るのかが分かれば、その株に何を期待すればいいのか、そしてその会社の成績をどうやって判断すればいいのかがはっきりするからなんですね。これってまるで嵐の海でも迷わないための自分だけの強力なコンパスを手に入れるようなものなんです。さあ、ここからはもっとエキサイティングな話になりますよ。リンチが一番情熱を注いだこと。それは、投資したお金がなんと10倍に化ける可能性を秘めた、そう、天バガー。つまり、お宝銘柄を見つけ出す方法です。そもそもテンバガーって何かっていうと、これもともと野球の言葉なんですね。十塁打、つまりホームランを2本打つよりすごい大活躍って意味なんです。それが投資の世界にやってきて、株価が10倍になる大化け株のことを指すようになりました。いやー、誰もが夢見る、まさに人生を変える一発ですよね。じゃあどうやってそんな天バガーを見つけるのか。リンチはすごく実用的なチェックリストを残してくれてるんです。いくつか見てみましょう。まず、ビジネスは分かりやすいか？これって何か問題が起きた時に自分で原因を理解できるかにつながるんですね。次に、借金は少ないか？これは景気が悪くなっても倒産しにくい体力のある会社の証拠です。あと、経営陣は自分のお金で自社の株を買ってるか？これ、彼らが会社の未来を本気で信じてる何よりのサインですよね。そしてもちろん、売上がちゃんと伸び続けているか。これが会社が大きくなってる一番わかりやすい証拠です。こういう基本を一つ一つ地味に確認していくことが、目先の株価の動きに惑わされずに本物の成長企業を見抜く精度を上げてくれるんです。さて、これまでの話をすべてまとめて、リンチ哲学の一番大事で、そして僕らにとって一番心強い結論に向かっていきたいと思います。それは何かというと、私たち一人一人が持っているプロのアナリストには絶対に真似できない特別な視点と力についてです。これこそがピーター・リンチが私たちに送ってくれる一番力強いメッセージなんですよね。あなたの最大の武器は、ウォール街の専門家が読んでるような難しい財務データとか分厚いレポートじゃないんだと。じゃあ何かというと、あなたが一人の消費者として、あるいは一人の働く人間として、毎日経験して、肌で感じていること、その中にこそ、プロが見逃してしまうような未来のヒントになる貴重な気づきが眠ってるんだということなんです。最後に、じゃあ今日から何をすればいいのか、具体的なアドバイスを3つにまとめますね。まず1つ目、あなたの生活こそが最高のアイデアの保護です。2つ目、ニュースとか噂に絶対に流されないで、あなた自身がちゃんと調べて、心からなるほどって理解できた会社にだけ投資すること。そして3つ目、これがすごく大事なんですけど、なぜその株を買ったのかをいつでもはっきり説明できるようにしておくこと。これ誰かに説明するためじゃないんです。あなた自身の投資の判断が場の雰囲気とか感情じゃなくて、ちゃんと論理に基づいているかを確認するための一番大事な自分へのチェックなんです。それでは最後に、リンチからの挑戦状とも言えるこのパワフルな問いかけで締めたいと思います。あなたが今持っているその投資、たった30秒で誰にでもわかるように説明できますか？どうでしょう。もし、って言葉に詰まるなら、もしかしたらその投資は一度見直した方がいいっていうサインかもしれません。何よりもまず、自分がちゃんと理解していること。それこそがピーター・リンチが教えてくれた、私たち個人投資家が勝つための唯一の道筋なんですね。